こんにちは、さくらです。このチャンネルでは、優しい日本語で日本の文化や考え方をゆっくりお話しします。少し難しく感じたら、YouTube の字幕をオンにしてください。自分がわかる言葉で見てみてくださいね。それでは、今日のお話です。日本では夏になるとご先祖様が家に帰ってくると言われています。亡くなった家族が夏に帰ってくる。初めて聞くと少し不思議に感じるかもしれません。でも日本ではこれは怖い話ではありません。家族を思い出すための行事です。そして家族に感謝するための大切な行事です。この行事をお盆と言います。今日は日本のお盆についてゆっくりお話しします。お盆は日本の行事です。亡くなった家族やご先祖様を迎えます。ご先祖様とは昔の家族のことです。おじいさんやおばあさん、もっと前の家族もいます。もっと昔の家族もご先祖様です。日本ではお盆の時期にご先祖様の魂が帰ってくると考えられてきました。ご先祖様は家へ帰ってきます。そして家族はご先祖様を迎えます。家族はご先祖様と一緒に過ごします。その後、また元の世界へ送ります。お盆は毎年夏に行われます。ただし日にちは日本全国で同じではありません。多くの地域では8月13日から16日頃に行われます。でも7月にお盆を行う地域もあります。地域によって時期や方法が少し違います。そのためお盆の日は一つではありません。必ずこの日ですと決めることはできません。お盆休みというと8月中旬をイメージする人が多いです。会社や店が休みになることもあります。でも国が決めた祝日ではありません。会社によって休みの日や長さは違います。お盆になると多くの人が実家へ帰ります。これを帰省と言います。東京や大阪など大きな町で生活している人もいます。その人たちはお盆に故郷へ帰ります。家族の住む町へ帰ります。久しぶりに両親や兄弟に会います。家族みんなで食事をすることもあります。子供を連れて帰る人もいます。おじいさんやおばあさんは孫に会えることを楽しみにしています。そのためお盆の前後は新幹線がとても混みます。飛行機も混みます。高速道路も長い渋滞になることがあります。テレビでは毎年
帰省ラッシュという言葉を聞きます。帰省する人が一度に増えることを帰省ラッシュと言います。駅や空港には大きな荷物を持った家族がいます。実家へ帰った人はお墓参りをすることがあります。お墓参りとは家族のお墓へ行くことです。まずお墓の周りを掃除します。草を取ります。お墓の石を水で洗うこともあります。そして花を供えます。食べ物を供えることもあります。線香に火をつけて手を合わせます。手を合わせながら亡くなった家族のことを思います。最近あったことを心の中で亡くなった家族に話す人もいます。元気にしています。仕事を頑張っています。家族みんな仲良く暮らしています。そのように報告する人もいます。もちろん、お墓参りのやり方は家族によって違います。地域によっても違います。宗教によっても違います。何もしない家庭もあります。日本人みんなが同じようにお盆を過ごすわけではありません。お盆にはご先祖様を家へ迎えるための準備もあります。家に仏壇がある家庭では仏壇をきれいにします。仏壇とは家の中で亡くなった家族や仏様に手を合わせる場所です。花を供えることがあります。果物やお菓子を供えることもあります。亡くなった人が好きだった食べ物を置く家庭もあります。帰ってきたらこれを食べてください。そんな気持ちで準備します。お盆の最初の日には迎え火をする地域があります。迎え火とはご先祖様が迷わず家へ帰れるように火を焚くことです。お盆の最後には送り火をします。送り火はご先祖様を元の世界へ送るための日です。また来年帰ってきてください。そんな気持ちで見送ります。京都の五山送り火を知っていますか？山に大きな火の文字が見えます。とても有名な行事です。これもお盆の終わりにご先祖様を送る行事として知られています。お盆には少し変わった形の飾りもあります。きゅうりに割り箸などを刺します。ナスにも割り箸などを刺します。きゅうりは馬のような形になります。ナスは牛のような形になります。ご先祖様はきゅうりの馬に乗って早く家へ帰ってきます。
そしてナスの牛に乗ってゆっくり元の世界へ戻ります。そのような意味があると言われています。早く会いたい。帰りはゆっくりでいい。家族の優しい気持ちが現れています。スーパーでお盆用の飾りが売られる地域もあります。花屋ではお墓参り用の花が多く並びます。お盆が近づくと日本の街の中にも少し変化が見えます。お盆と聞くと盆踊りを思い出す人もいます。盆踊りは夏の夜に踊る行事です。公園や広場の真ん中に櫓を作ります。その周りを人々が丸くなって踊ります。太鼓の音に合わせて踊ります。音楽に合わせて同じ動きを繰り返します。踊りが上手でなくても大丈夫です。周りの人を見ながら一緒に踊ることができます。子供も参加します。お年寄りも参加します。屋台が出ることもあります。焼きそばを食べる人もいます。かき氷を食べる人もいます。盆踊りは楽しい夏祭りのように見えます。でも、もともとは亡くなった人の魂を迎え、送る意味があると言われています。今では地域の人が集まる夏のイベントとして楽しむ人も多いです。お盆は宗教の行事でもあります。でも日本の生活文化の一部にもなっています。家族に会う、お墓へ行く、亡くなった人を思い出す、みんなで食事をする、盆踊りを楽しむ。人によってお盆の過ごし方は違います。仕事が忙しくて実家へ帰れない人もいます。家が遠くてお墓参りに行けない人もいます。海外に住んでいる人もいます。そのような人は今いる場所で家族を思い出します。昔の写真を見る人もいます。家族に電話をする人もいます。心の中で手を合わせる人もいます。大切なのは必ず同じことをすることではありません。亡くなった家族を思い出すことです。今の自分の生活に感謝することです。家族とのつながりを考えることです。それがお盆の大切な意味だと思います。日本では亡くなった人をいなくなった人だけとして考えないことがあります。今もどこかで家族を見守っている。お盆には家へ帰ってくる。そのように考えることで亡くなった人を近くに感じます。だからお盆は悲しいだけの行事ではありません。お帰りなさいと迎える行事でもあります。そして最後にはまた来年と見送ります。家族と過ごす時間はいつまでも続くわけではありません。
普段は忙しくて家族のことをゆっくり考えない人もいます。でもお盆になると昔の写真を見たり思い出を話したりします。子供の頃の話をすることもあります。亡くなったおじいさんやおばあさんの話を聞くこともあります。若い人が家族の歴史を知る機会にもなります。お盆は過去の家族と今の家族をつなぐ時間です。そして今を生きている家族同士をつなぐ時間でもあります。ただし、日本人すべてがお盆を強く意識しているわけではありません。お盆休みに旅行へ行く人もいます。家でゆっくり休む人もいます。仕事をしている人もいます。特別なことをしない人もいます。現代の日本ではお盆の形も少しずつ変わっています。それでも夏に家族を思う時期というイメージは今も多くの人の中にあります。外国の人にはご先祖様が帰るという考え方は不思議かもしれません。でも世界には亡くなった家族を迎えたり思い出したりする行事がたくさんあります。日にちや方法は違っても家族を大切にする気持ちは似ているかもしれません。皆さんの国にも亡くなった家族やご先祖様を思う行事はありますか？その日はどのようなことをしますか？家族みんなで集まりますか？お墓へ行きますか？特別な食べ物を用意しますか？日本のお盆と似ているところはありますか？違うところはありますか？よかったらコメントで教えてください。今日は日本の夏の行事、お盆についてお話ししました。お盆にはご先祖様が家へ帰ってくると考えられています。家族はお墓参りをします。食べ物や花を供えることもあります。迎え火で迎え、送り火で見送る地域もあります。きゅうりの馬やナスの牛を作る家庭もあります。そして多くの人が実家へ帰り、家族と時間を過ごします。お盆は亡くなった家族を怖がる行事ではありません。家族を思い出し、感謝するための行事です。次に日本でお盆という言葉を聞いたときは、今日のお話を思い出してみてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。